皆さんこんにちは。毎日をポジティブに、人生をハッピーに、インスピレーションの粒をお届けする夏希のリトルトークへようこそ。今日は雨が降っているので、もしかして雨の音がバックグラウンドに入ってしまうかもしれませんが、しとしと雨の音も耳に心地よかったりしますよね。さて今回はマインドセットを変えれば人生が変わるというお話をお届けしていきます。まずマインドセットとは何かなのですが、マインドセットと聞いて横文字カタカナということもあってピンとこない方も多いかと思います。マインドセットとは物の見方や考え方、自分が普段無意識にかけている色眼鏡と思っていただければわかりやすいかと思います。人それぞれ物の見方や考え方は違うので、同じ事柄を目にしても人によって捉え方が違ってきます。例えば、キノコ狩りに山に入った人が遭難して無事救助されたというニュースを目にしたとして、ああ、無事に見つかってよかったと思う人もいれば、遭難したのが自分や親しい人じゃなくてよかったと思う人もいて、ちゃんと準備をしないで山に入ったんじゃないかとか、救助隊のお世話になるなんて迷惑だよねと思う人もいます。同じニュースを見ても、それぞれ違ったマインドセット、色眼鏡を通して見ているので、違った考えや感情が湧き上がってくるんですね。このマインドセットというものは過去のいくつもの経験が長年にわたって蓄積して形成されている場合や、マインドセットに大きく影響を与えるような過去のいくつかの出来事によって形成されている場合が多いです。楽観的な性格、悲観的な性格と言われる通り、性格や自分のアイデンティティに直結する固定的なもの、変えられないものと思われがち。でもそれを変えることができるとすれば、何を見ても悪い方向に考えてしまう人が思考のベクトルを変えることができれば、今まで暗かった世界がパッと明るくなるかもしれません。私の父がこの間白内障の手術を受けて、手術の後に世界はこんなに明るくてはっきりしていたのかと感動していました。手術を受ける前はメガネをかけても薄暗いぼんやりとした状態で、でも長い時間をかけて白内障が進んでいたので、それに気づいてはいなかったんですね。それと同じようにマインドセットという色眼鏡を一新することができれば、毎日の生活の中で物事の捉え方が変わってくる。そして人生が変わってくるのではないでしょうか。ではマインドセットを変えることは何か大掛かりな手術、きっかけとなるような出来事が必要なのでしょうか。私の5ヶ月になる息子が少し前まで背中スイッチが炸裂で、抱っこしていると大丈夫なのに寝かせようとした瞬間に泣き出すという時期があって、その時に寝かせられようとする彼の頭の中は抱っこしてもらえなくなるという不安感でいっぱいになっていて、自動的に泣くという反応になってしまうので、泣き出しそうになったら、あれどうしたのと明るい声を出して気をそらせて、ママと一緒に遊ぼうかと寝かされるという考えを遊んでもらえるという考えにすり替えることを始めて、そうすると背中スイッチがだいぶ入りづらくなったんですね。同じように自分の中にどんなスイッチがあるのかを把握して、そのスイッチを入れないようにする、あるいは違うスイッチを入れるようにするだけで、思考のベクトル、マインドセットを割と簡単に変えることができます。マインドセットについては、キャロル・ドゥエックさんのマインドセットという本がすごく参考になるので、ぜひ読んでみていただきたいのですが、本の中でマインドセットには、フィクストマインドセットとグロースマインドセットがあると説明されています。日本語訳の本では、硬直マインドセットとしなやかマインドセットと訳されているのですが、直訳すると固定型のマインドセットと成長型のマインドセットとなります。固定型のマインドセットの人は変化を嫌う、避ける傾向がある一方で、成長型のマインドセットの人はチャレンジが好き、学びたいという向上心が強い傾向があるそうです。成長型のマインドセットの人の方が固定型のマインドセットの人に比べて成長しやすい。何か悪いことがあってもそれに打ちつぶされずにピンチをチャンスに変えることができるんですね。それを聞いて固定型マインドセットの人はすぐさま成長型とかそういう人いるかもしれないけど私には無理と決めつけてしまう場合が多いかもしれません。それは固定型のマインドセットの人の典型的な考え方なので、ある意味自然な反応でも固定型と成長型は紙一重というか、少しでも、いや、できるかもという可能性のドアを開くことができれば、一気に成長型に傾く可能性があると思います。また、こういう話をすると、世の中の人が固定型と成長型の二択しかないと思われてしまうかもしれませんが、そんなに白黒ということではなく、半々だったり 60%、40% でどちらか寄りだったり、ミックスの場合の方が多いのかと。
著者がマインドセットを変えるためのファーストステップは、まず自分の中の固定型マインドセットを受け入れることとしているのですが、それが実は思ったより難しくて、というのは成長型のマインドセットを持っている人であっても、遭遇する物事によっては固定型のマインドセットである場合もあって、自分の中に固定型のマインドセットがあると認めたくない、無意識に認めようとしないということもあるからなんです。実は私がそうで、最初本を読んだ時に成長型マインドセットに当てはまることも結構あったので、でもこれは固定型のマインドセットなのかなと思うことがあっても、それを認めたがらない自分がいたんです。でも本を読み進める中で、固定型マインドセットの人の一例として、パートナーが自分が定めたルールに従って家事をしてくれないときに、自分のルールが軽視されているような気になって怒りをぶつけて、でも後からパートナーが自分によくしてくれていることを思い出して反省する。けれど根本的なマインドセットは変わっていないから、同じことを繰り返すというケースが紹介されていて、やばい、そっくりそのまま私なんだけど、と本当にパッと目が覚めて、他の例を読み返してみると、100% ではなくても自分に当てはまる固定型マインドセットのケースが結構あることに気がついたんですね。それでまずスタートラインに立ったというか、自分の色眼鏡にも確実に固定型の要素があることを受け入れて、それからはどんな時に固定型のマインドセットになりがちなのか、特にネガティブな考えや感情が芽生えてしまう時に何がきっかけになってそうなったのかを観察する。そして次に同じようなことがあった時に考え方を意識的に成長型に変えるということをしています。自分の中の固定型マインドセットを受け入れるというスタートラインにまず立てたら、そこからは、今固定型になっているなと気がついたら、少しベクトルを変えるということを少しずつやっていけばいいのですが、それは毎日の積み重ねであって、見方によっては気が遠くなるような作業かもしれません。でも毎日自分のペースで自分のできる範囲で少しずつ世界に光を当てていけば、気がついた時にはずっと知らず知らずのうちにかけていた色眼鏡が一新されて、毎日が明るくポジティブに人生がハッピーに変わっていくと思います。最後に一言、固定型マインドセットだからネガティブ思考だからいけないというわけではないんです。私もこんなネガティブ思考な自分嫌だな、嫌いだなと思うこともありますが、そんな一面も自分の一面として受け入れて、でもそれがポジティブになること、楽しく毎日を過ごすこと、チャレンジを乗り越えて成長することを妨げているかもしれないということも同時に受け入れて、できる範囲で変えようと思っています。自分のために。短い人生、どうせなら明るく楽しくハッピーに過ごしたいですよね。日々のマインドセットをちょっとずつ変えるトレーニング、一緒に始めてみませんか？ということで今日はマインドセットを変えれば人生が変わるというお話をお届けしていきました。皆様の感想をコメント欄でお知らせいただければとても嬉しいですし、リトルトークで取り上げてほしいトピックや個人的な質問があれば概要欄のリンクから声をお寄せください。それでは、See you next time!